どうも、講師です。今回は僕が経験したコリン性ジンマシンっていう病気の病歴についてより詳しく時系列で話してみたいと思います。今まで何気にね、話してなかったですよね。で、ちょっとややこしめの話なので、カンペを見ながらごめんなさい、話させていただきます。で、そう、コリン性ジンマシンっていう、アレルギーですね。そういう病気になったんですよ。で、大学6年生の時に急に症状が出て悪化したんですよ。で、思い返せば小学校4年生の時にも似たような症状が出ていたんですけれど、その時はすごい軽度なものだったのであんまりね気に留めてなかったんですよ。でしかもすぐ症状も収まっちゃったんですよ。で、そのコリン性ジンマシンどういう症状なのかっていうと、主に背中のあたりがなんかチクチクなんか痛がゆいような感じの症状が出ます。で、ひどい時には腕とか足とか胸のあたりにも症状が出ることがありました。で、症状が出ると、本当にひどい時はその場に座り込んでしまって動けないような状態になってしまうし、症状が出るともう本当にね思考がストップするんですよ。なんだろうな、ちょっとね上手にね言葉で表せないんですけれど、とりあえずね何も考えられなくなるんですよ。なんか思考がストップします。コリン性ジンマシンを発症したことによって生活とか食事とか人間関係とかものすごく大きく変わっちゃったんですよね。生活に関してはコリン性ジンマシンが発症しやすいような環境に行くことができなくなりました。汗が出そうで出ないんですよ。つまりぬくもりを感じることができないんですよ。例えばですけど、冬に電気毛布で寝ているとするじゃないですか。けどその夜中にこぬくもりは感じないんですけれど、体が温かくなってくるのは感じて、で背中あたりがチクチクして、でそれで思わず起きてしまうんですよ。だから電気毛布をつけっぱなしにはできないような状態でしたし、もし電気毛布を使わなかったとしてもその体を温めることはできないので、体の例えば足とか体の一部が布団の外に出て、掛け布団の上になんか足とか腕とかがちょっとはみ出てるような状態じゃないと寝れないような状態だったんですよね。でその時期はね、冬にコリン性ジンマシンって出やすいんですけれど、結構風邪ひいてましたね、やっぱり。でもう常に寒いような状態を維持してましたね。そりゃ風邪ひきますよ。でイオンモールとかイオンとかなんかデパートとか、普通のスーパーとかエアコンの暖房がよく効いているようなところには行けなくなりましたね。暖かくてで湿度が低いところがすごい苦手なんですよ。だからちょうど僕大学6年生の時に発症したんですけれど、その大学の講義室とかもう地獄みたいな環境でしたね。今もそうなんですけれど、散歩も兼ねて雑貨屋とかあと本屋とかに行くのがすごい好きだったんですよ。けどその症状が出ちゃって長居することができないので、そうだからね、そういう好きな場所にはね行かなくなりましたね。行けなくなりました。食事に関しては、その発症した当初はまだプラントベースの食事はとっていなかったんですけれど、その熱いものとか辛いものとかはもう食べられなくなりましたね。だから例えば担々麺なんかはその代表ですよね。この岐阜にその開化亭っていうその創作の中華料理のその四川料理だったかな、四川料理のお店があるのご存知ですか？結構ね有名な店なんですけれど、でそこによくそのランチで担々麺とか五目ラーメンとか食べに行くことがあったんですよ。っていうかその時期ちょうど食べに行くことが多かったんですよ。でその熱いもの、ラーメン熱いじゃないですか。熱いもの食べて、で空調暖房が効いててその暖かいようなところにいるとコリン性ジンマシン絶対出るんですよ。でコリン性ジンマシンが出るんですけどそのね食べたいじゃないですか。
けど症状が出るし、だからもう天秤状態ですよ。食べたいけど症状が出るみたいな、そういう状態でした。でなんとかその体のその痛がゆい感じがギリギリで耐えられなくなるようになるまで、限界までもう食べたいんで食べようとするんですけど、もう限界来るわけですよ。で食べ残してお会計済ませて、で外で体を休めながらなんか涼しいところに行って、でなんかすごい憂鬱な気持ちになりながらボヘーってするみたいな、なんかそういうことが多々ありましたね。友達とご飯食べに行った時とかもう最悪ですよね。その症状が出た時、なんか自分一人だけそのお店の外に出てって、で友達が店の中で会話してる中で自分一人だけ外の寒いところで携帯やらなんか外の景色やらなんやらなんかボヘーと眺めながら体を休めるっていうのはね、精神的にねめちゃめちゃきつかったですよ。なんかね精神的にねきつすぎてね、なんかね違う病気になるんじゃないのかなと思うぐらいね、あの時ね結構しんどかったですよ。で実家でご飯食べてる時もしんどくなることは結構ありましたね。汁物とかね結構ね残してたと思う。でそう次に人間関係に関しての変化なんですけれど、まずね友達とね普通に喋ることができなくなっちゃったんですよ。どういうことかっていうと、喋ると笑うじゃないですか。笑えないんですよ。その安心して笑えないんですよ。おそらく感情の起伏によってその体温が上がって、笑うと体温上がるじゃないですか。でその体温が上がった時にそのコリン性じんましんの症状が発症していたと思うんですよね。だから他人とその積極的にもう絡まなくなりましたね。もう本当に仲のいい友人としか喋らなくなっていたというか、喋らないようにしてましたね。だから講義室のその席の周りに座ってる人とかともう喋らなくなりましたね。その講義中に発症することも何回もあって、でそれも避けたかったのでもうそのようにしてました。で喫茶店とかランチとか友達と会話してる時なんかでもその常にコリン性じんましんの症状が出ないかどうかその警戒しながら友達と会話をしなきゃいけないんですよ。やり取りをしなきゃいけないんですよ。で途中で症状が出たりするともう会話ができるような、その何も思考ができないので何も会話できるような状態じゃなくなっちゃうので、だから場合によってはその場を立ち去らなきゃいけないし、同じ病気の人をもし見てらしたら分かると思うんですけどね、本当にね精神的に本当にきついです。本当にきつい。あとねどういうことになってるのかよく分かんないですけど、聴覚とか嗅覚なんかの不快な刺激でもそのじんましんがその症状が発症することもありました。大学の試験の成績はだいぶ落ちましたね。だいぶというか真逆の状態になりましたよ。試験中に保冷剤とかタオルとか持ち込んだりしてたんですけれど、っていうか最初持ち込んだんですけれど、試験監督の了解とかなんか得られなかったですよね。自分の病気の状態が服の上からでは見られないどころか、その自分でもその症状が出てる時って皮膚でその肉眼的な所見が出ないので、ただ感覚として痛がゆいっていう感覚があるだけなので、周囲から見たらね何が起こってるのか分かんないと思いますんでね。でしかもその僕自身の状態、体の状態とか精神的なさっきの問題だったり思考能力が低下するとか、なんか能力の低下なんかもうその自分の親も含めて周りからの理解が全然得られてなくて、それもねすごい辛かったです。じゃあどういう経緯で病気を改善していったのかっていうと、その最初は普通の皮膚科に行ったんですよ。その当時僕もともとその
顔のねひげがねすごい濃かったんですよ。で毎日そのひげ剃りの刃物で顔をもう刃物で傷つけてるような状態だったので、レーザー脱毛しようと思ってレーザー脱毛に通ってたんですよ。でそのレーザー脱毛をしてもらっている皮膚科についでにそのジマシも見てもらってたんですよね。てか見てもらうことにしたんですよね。でそこのクリニックでの診断を受けてまず、抗ヒスタミン剤の処方をされて、で最初はそれだけを飲んでたんですよね。けど薬をどの種類に変えても 2,3 割最高で 2,3 割症状が改善されるぐらいでほとんど変化はなかったんですよ。で精神的にもかなりもう本当に辛いようなめちゃめちゃ辛いような状態だったので、精神科に行って抗不安薬を飲んでしまっているようなこともありました。それは精神的なものが改善されればひょっとしたら症状も良くなってくるのかなと思って試しに飲んでいたという意味合いもありました。でそれで自分の病気について教科書とかインターネットとか調べてみたんですけど、そしたらその薬による治療で治るのに10年かかるみたいなことが書いてあったんですよね。そう10年ってさ、もうその時大学6年生だったのでその国家試験まで1年もないような状態だったし、まずその直さないと試験の対策がまずできないし、しかも受かったとしても会話もまともにできないし、過剰なストレスを感じられないし、なんかいつ症状が出るかも分かんないし、そのクリニック、その職場の環境がどうなるかもう分かんないような状態だったし、もう歯医者の仕事なんてできるのかなみたいな、多分できないんじゃないのかなっていうような状態だったんですよ。でそう思って大学休学するかやめてやろうと思うぐらいには、そのぐらい考えてましたね。でもその歯学部卒業して国家試験通るはずだったんでってなんか変な言い方ですけど通るはずだったんで、その簡単にはもう諦めたくなかったし、もう自分の病気が理由で諦めたくはなかったし、そもそも病気をその根本的に治すにはどうしたらいいのか、で他に自分と同じ病気でなんか治した人はいないのかとか、なんかいろいろ調べたんですよ。もうなんか大学で与えられるその資料とかなんか勉強とかもうそっちのけでもうずっとそれを調べてましたね。で今はもうやってないんですけれど、その炭酸風呂とか長時間入浴とかなんかいろいろ民間療法みたいなのあるんですよ。でそういうのも全部試したし、で腸内細菌の問題も考えてそのプロバイオティクスのサプリもいろいろ買い漁ったりいろいろ試しましたよ。で最終的にはね、下にねリンク貼っとくと思うんですけれど、概要欄のところにねリンク貼ってると思うんですけど、ミヤリさんっていうねサプリというかね乳酸菌のサプリがあるんですよ。そのクロストリジウム属のサプリがあって、あとその日本国内で手に入るミヤリ酸っていうそのサプリと、あとアイハーブで買えるその同じクロストリジウムブジルカムっていうその菌種のサプリを合わせて飲んで、でさらに食事もプラントベースのもの、今と同じですよね、プラントベースのものに変えて、でそれで9割ほど寛解させることができました。だから症状がひどくなってからその寛解させるまでかかった日数が半年ですよ。半年で寛解させました。今はもうそのサプリはもう必要なくて飲んでないんですけどね。でその抗ヒスタミン剤がだいたい 2,3 割効いてくれるのに対して、プラントベースの食事は症状の5割を軽減させてくれたし、あと、それで、薬の服用はもうあんなん治らないので、薬飲んでも治んないのでやめちゃって、でミヤリ酸のサプリを取ってで9割の状態を維持してました。であとはストレスをためないようにできるだけ大学の講義とかもいらねえなと思ったら受けないようにしたし、できるだけなんかお出かけしたりのんびり過ごすようにしてたんですよね。で嫌なことはもう嫌だなと思ってもうはっきり断って、ですぐにもう堂々と逃げてたし、で結果的にねそれでね無事国家試験には通りましたで
大学卒業してで1年半後かな、京都に引っ越したんですよ。で引っ越して1ヶ月後、なぜかまたコリン性ジンマシンの症状がひどくなったんですよ。で食事とか精神的な問題とか、あと生活リズムとか、腸内細菌からシャワーヘッドまで変えられるものは全て変えたし、考えられる原因も全部試したんですけど、てかほとんど試したんですけれど、全然良くなる兆しがなかったんですよ。でその時の症状が一番ひどい時を10とすると、大体5割程度でしたね。で知人からの紹介を受けて京都にあるフィシオエナジェティックの治療院に行くことになりました。っていうか行きました。でそこでなんか最初除霊とかハートの瞑想とか、あとは何を治療された何の治療を受けたのかちょっとね僕ね分かってないんですけれど、おそらくその身体構造、科学、精神、情報の面からアプローチしてその時治療してくださったと思うんですけれど、でその治療を受けた2週間後また9割程度まで回復することができました。で現在はですね、その治療の続きで今ヒスタミン不対症の治療をしているところなんですけれど、だからね、そのプラントベースの食事に変えてなんで症状が楽になったのかっていうと、おそらくそのヒスタミン、食事に含まれているヒスタミンを摂取する量が減ったので、結果的に5割改善してるんじゃないのかなと思います。多分だけどね。で昨日もまたね、昨日もねまたねフィシオエナジェティックの治療を受けてきたんですよ。で受けてきて、でまたねまだねヒスタミン不対症の問題はね、問題の解決にはまだ時間がもうちょっと必要そうなので、根気強く頑張りたいと思います。もうねそんな簡単にね病気が治るとは思ってないので、やっぱね難しい症状とか難しい病気ほどね長く時間がかかるものだと思って取り掛かった方がいいみたいですよ。考えるまでもなくそうなんだろうなって感じですけど、僕のそのコリン性ジンマシン以外にもいろんな病気、今の医学ではどうしようもないような病気とかいろいろあると思うんですけれど、どちらにせよその薬で病気は治らないと思いますし、治らないですし、病気の根本的な原因のほとんど、大部分が食事や精神的な問題が占めてると思ってます。で薬に頼って症状だけを取り除いてしまっても、その病気の体はその病気の体のままだし、で薬でもっと体が悪くなったり違う病気になる可能性までありますよね。あと自分自身の体験なんですけどね、体に病気があると自覚しながら毎日その同じ薬をずっと飲み続けなければならないっていうのはね、それもねめちゃめちゃ精神的にきついです。もうね、薬を飲み続けるってことはね僕ねもう二度とやりたくない、てか二度としたくない、もう絶対嫌ですもうでその病気になった人はどうして病気になってしまったのか、自分の体と向き合うようにその薬に頼るんじゃなくてね、自分の体になんで病気になっちゃったのか、自分の体と向き合うようにした方が元のその健康状態に戻れる可能性があるし、治す過程でより自分らしい自分になれるんじゃないのかなと思います。動画を見てくださってる人の中にはその病気もせず健康な人もいるでしょうし、健康な人はさらに上の健康状態を目指していけばいいんじゃないのかなと思います。ぜひね健康の頂点、健康の頂点がどういうものなのか謎すぎるんですけど、健康の頂点を目指して皆さん一緒に頑張っていきましょう。